なんでお前ばかりいい思いしてるんだよ。この車は今日から俺のものだからな。親父のすねかじりのくせに調子に乗るな。荒っぽい兄は威勢よく私の乗る高級車を奪い飛び出していった。私はこのどうしようもない兄を止めることができなかった。いや、きっと止めたとしても私の言葉なんて届かなかっただろう。しかしその後連絡をしてきた兄は先ほどとは打って変わって意気消沈した様子だった。事故ってしまった。保険屋からは保険金は出ないとかふざけたことを言われてるんだ。なんとかしろよ。当たり前だろ。だって私の名前は健太。父の後を継ぎ数年前から会社経営をしている。社員は30人ほどの中小企業だが、先代からの地域に根付いた戦略がうまくはまり、業績は好調で地方のテレビによく紹介されることがある。そのおかげでこの地域では誰もが知る有名企業だ。先代は私の父、一代でそこまで築き上げた敏腕社長だったが、仕事一筋で走ってきた分、健康についてはあまりにも無頓着で、加齢とこれまでの疲労から体力の衰えを感じ、引退を決意したようだ。その際、社員たちから次期社長候補として注目されたのは、当然父の息子である私と兄の浩太だった。私と兄は父の会社の役員として会社を支えてたのだが、性格は正反対だった。父は社員をとても大切にしていた。私は父の考えと姿勢を誇りに思い、それを受け継ぎたいとの考えから社員とも広くコミュニケーションをとっていた。仕事を早くこなす効率も大切だが、それよりも社員との信頼関係が大切だと考え、仕事する上でそれらをいつも意識するよう心がけていた。兄の浩太は私から見ても横暴で、自分の思い通りにならないと気が済まないタイプだ。手っ取り早く成果を上げることを信条にしているため、人使いが荒く、仕事は部下に押し付け、手柄を我が物顔で報告するような人だ。役員という肩書きも父が形だけつけたようなもの。父は当然兄の性格を知っており、会社内の成果は誰もがうなずくほど正当に評価されていた。そんなある日、父に社長室へ呼び出された。健太、お前も感づいているだろうが、私はそろそろこの社長業を引退しようと思っている。ここまで育てた会社だ。そう簡単に辞められるもんかと思っていたが、最近その考えが変わったんだ。なぜだかわかるか？私は黙って首を横に振った。お前の存在だよ。本来は長男である浩太を後継ぎにするべきなのだろうが、よく知っている通り、あいつには人を動かす素質はない。社員たちはお前のことをよく慕っているし、私の考え方をお前は理解して受け継いでくれようとしている。私は会長としてもちろん必要なサポートはしていくつもりだ。この会社を任せていいか？父のその言葉はこれまでの何より重く、そして温かいものだった。わかりました。私もお父さんのようになりたいとずっと思っていました。それよりも兄さんが心配です。これを聞いてどうなるか。あいつは勘だけは鋭いからな。私が引退することはもう知ってるよ。ただ引き継ぎにも準備がいる。正式に発表するまで黙っておいてくれ。わかりました。それからはこれまで通りの業務をこなしていたのだが、どこからか社長引退を知った兄は社内に噂をばらまき出した。社長が引退するってよ。次期社長は当然長男の俺様だ。みんな今のうちにごますっておいた方がいいんじゃないか？上機嫌な兄を冷めた目で見る社員たちでしたが、そんなことはお構いなしです。俺が社長になったら、こんな狭いところでちまちませずに、全国に俺たちの名前を知らしめるぞ。兄さん、うるさいぞ。会社中に響く声でくだらないことを言うな。社長が守ってきたものを何だと思ってるんだ。お前が偉そうにそう言っていられるのも今のうちだからな。大したことしてないくせに親父に甘えられるうちに甘えておけよ。兄には私の言葉なんて届かない。社員たちは暴君となった兄が本当に次期社長になるかもしれないと
絶望を感じ始めていた。もう自分が社長と言わんばかりの兄は日に日に態度が大きくなっていった。健太さん、どうにかしてください。僕たちは浩太さんにはついていけません。嘆きの声が毎日のように寄せられます。お前らも俺の言うことを聞いていれば間違いないんだ。これまでもそうだっただろう。会社の貢献度で言っても圧倒的に俺だろ。ついてこられない奴はこの会社にはいらねえ。毎日の業務にも支障が出そうなほど兄の態度はひどいものだった。兄ではなく私が次期社長になるということは父からまだ話すなと言われている手前、社員に打ち明けることはできない。社員からの相談にももう少し我慢してくれないかと頼むのがやっとだった。それから数日経ったある日、全社員が集められ、次期社長として私が選ばれたことが社長の口から発表された。それを聞いた途端、その場は拍手喝采、泣いている社員もいるほどだった。私は父の横に立ち、会社を守っていくと宣言した。2代目として就任しました。父の後を継ぎ、地域に根付いたこの会社をより発展させていくことを皆さんに約束します。至らぬ点も多々あるかと思いますが、会長に支援をいただきながら縁を大事にしていきます。よろしくお願いします。またもや会場全体が拍手に包まれた。安堵の表情を浮かべる社員たちと真逆の反応を見せたのは、当然自分の名前が呼ばれると思っていた兄だ。なんでなんだよ。俺だろ。長男なんだから俺が社長になるべきだろ。こんなに会社のことを考えてここまでの成果を上げてきた俺が後を継がないなんて、この先どうなるか分かったもんじゃないぞ。怒りをあらわにする兄に父は冷静に話しかける。そうだな。本来はそうしたいところではあったが、この社員たちの様子を見なさい。ここまでついてきてくれた大事な社員たちだ。お前は大切にできるのか？自分のためでしか動けないお前には荷が重すぎる。そんなの納得できるかよ。健太が社長になるなら俺は出ていくからな。そう言って兄は父の話を遮って出て行ってしまいました。それから数年間、兄からは何の音沙汰もなく、私は父のサポートを受けながら時には大胆な戦略を打ち出し、業績を拡大させていった。そんなある日、突然兄からの連絡があり、今から行くから会ってくれとのことだった。訪れた兄を社長室に招き入れ、言葉を交わした。久しぶり、見ないうちに見た目が変わったようだね。その憎たらしい顔は相変わらずだな。数年で見違えたように高級ブランドに身を包んだ兄の姿に驚いたが、中身はちっとも変わっていないようだった。あれから俺は会社を立ち上げ、今や億万長者。何がお前には荷が重すぎるだよ。あのじじい。これで文句ねえだろ。この会社をもらいに来たぜ。兄は社長になれなかったことをかなり根に持っていたようで、それを糧にして成り上がったようだ。すごいね。さすがお父さんの息子だよ。お兄さんはそうでないと思っていたよ。でもこの会社はあげられないよ。私がお父さんから受け継いで守っているんだ。お前は相変わらずだな。その守るって考え方がぬるいと言っているんだよ。まあいい。そのうちその椅子にも俺が座ることになるんだ。今日はひとまずこのボールペンもらっていくぞ。兄はそう言って私の愛用するボールペンを取り、社長室を出て行った。ボールペンを取ってどうしたいのかは全くわからないが、これで兄の気が済めばと思い、特に何も言わなかった。それからも兄はたびたび私の元を訪れては少し高価な私の私物を取っていくということを繰り返していた。普通に考えれば窃盗になるのだろうが、本人の目の前で堂々と取っていくことと、身内だからということで私も甘く考えていたのかもしれない。何より会社に迷惑がかからなければ大丈夫だとその時は考えていた。ある日、慣れた足取りで兄が社長室の扉を開けた。今日は何を取っていくの？お前が乗ってるあの車、いい車じゃないか。なんでいつもお前ばかりいい思いしてるんだよ。この車は今日から俺のものだからな。親父のすねかじりのくせに調子に乗るなよ。
そう言って兄はコート掛けにぶら下げてある鍵を勢いよく奪い取り、じゃあなと言って威勢よく出て行ってしまった。私は父のアドバイスで高級車を購入して通勤していた。兄はそれに目をつけたようだ。それは困ると叫びましたが、すでに部屋を去った兄には当然届かない。何も起こらなければいいけどと思いながらも悪い予感がした。駐車場まで追っていくと、兄は私から奪った鍵を持って車に乗り込むところでニヤッと笑って走り去っていった。社長、いいんですか？こればかりはどうしようもないですね。兄はそういう人なんです。そのうち飽きてまた帰ってくるでしょう。私の考えは見事に的中した。しばらくして兄から連絡が入ったのだ。悪い予感も当たってしまったのか、電話口で聞いた兄の声はいつもとは様子が違った。明らかに声が震えていたのだ。兄さん、どうしたの？事故ってしまった。こんなつもりじゃなかったんだ。そうだ、自動車保険入ってるよな。連絡するから待ってろ。一方的に切られた電話。それから数分後にさらに焦った様子の兄から連絡がありました。どうなってるんだよ。保険屋から保険金は出せませんとかふざけたこと言われたんだ。お前の車だろ。どうにかしろよ。声を荒げて焦る兄。落ち着いて、兄さん。当たり前だろ。兄さんが乗っていったあの車、車用車なんだから。法人名義の車を手続きを踏まずに無断で勝手に私的利用で使った場合は、事故を起こした本人が全額損害賠償することになっているんだよ。つまり、兄さんの全額自己負担ってこと。私の言葉を聞いた兄の様子は電話越しでも青ざめているのがわかるほどだった。それは先に言うべきだろ。お前、俺をはめやがったな。確かに一言言っておけばこんなことにならなかったかもしれないね。でもあの時話を聞いてくれなかったじゃないか。そこから声も出なくなったのか、カシャンとスマートフォンが地面に落ちた音だけが聞こえた。その後、保険屋から連絡が入り、事故の詳細を聞くことができた。何でも兄が起こした事故は人身事故ではなく、信号機とガードレールに衝突した物損事故だったとのこと。衝突時の衝撃で車の前部分が潰れ、ガードレールは曲がり、信号機は折れてしまったようだ。モニターを確認すると、兄の脇見運転が原因だということも分かった。幸いなことに事故に巻き込まれた人はおらず、兄自身も怪我はなかったそうです。私がこの高級車に乗っているのも、フレームの強さが理由で、自分がどれだけ気をつけていても何が起こるかわからないから身を守れるようにという父のアドバイスがあってのことだった。事故の被害を見ると、普通の車では運転者も無傷では済まないはず。兄は自分の過失で事故をしてしまったが、一番嫌いな父のおかげで守られたのだ。兄さんが無事ならよかったよ。私はレッカーの手配をしてその後の手続きを済ませた。この事故の諸々の支払いは兄がすることになった。兄は今回の事故により多額の損害賠償の支払いによる借金を背負うことになってしまった。私が想像していたよりも兄の落ち込み方は激しく、以前の威張り散らした姿とは対照的だった。その理由は兄の会社の倒産だ。私の私物を盗むようになる少し前から兄の会社の業績は傾き始め、主となる取引先から継続契約が切られたのをきっかけに、兄のやり方についていけないと集団退職され、倒産に追い込まれていたそうだ。その時にはすでに大きい額の借金を抱えていたようだ。そこで兄は会社に戻ることを考えたそうだが、プライドが邪魔して私に頭を下げて会社に戻してくれと素直に言葉にすることはできず、思わずボールペンを取って帰ってしまったのだとか。私のボールペンが高価なものだということは知っていたので、現金欲しさに売ってみたところ、予想より大金になり味を占めたようだ。私に頭を下げるくらいなら現金を作ってまた事業をやり直そうと思い立った兄は、まずは自分の身の回りのものを現金に変え、社長室を訪れては金目のものを取り換金する日々。それがエスカレートしたあの日、車を売れば手っ取り早いと私の乗る車に目をつけたとのことだ。どうやら売り飛ばす前に高級車の乗り心地を堪能しようと考えていた時の事故だったようだ。兄と会社の外で会うのは久しぶりだ。
会社では話しにくいだろうと喫茶店へ兄を呼び出し話を聞いたのだ。疲れ果てた兄の様子は髪はボサボサで服は乱れたまま、まるで廃人のようだった。これまでの話を私にした後、こんなはずじゃなかったんだ。俺の会社は少しやり方を間違えただけだったんだ。俺はお前や親父なんかよりももっと有名になりたかっただけなんだよ。兄は負け惜しみのようなことを叫んだ。本当に頑固だな。周りが見えていなさすぎるよ。あの車だってよく考えれば会社のものだってわかるようなもんじゃないか。そうじゃなくても本人以外が売りに行けるわけないだろ。本当にあと少しだったんだよ。まあ今となってはもうそんな気力もねえよ。そう言って兄はガクッと肩を落とした。その後父と会った私は今回のことを報告。父はさぞかし心配しているだろうと思っていたが、それを裏切るように、ああいうやつは一度痛い目を見ないとわからない。いい経験じゃないか。そう言ってガハハと笑っていた。あいつは大丈夫。小さい頃から失敗しては立ち上がってきたんだ。やり方は良くないかもしれんが、野望を捨てないのが強みだからな。それに振り回される私たちの身にもなってほしいですけどね。それから兄は父が会長、弟が社長という居心地の悪い会社の平社員として入社し、先輩社員にいびられながらも借金を返すために一日中働き、夜は現場仕事のバイトをこなす毎日。私は今回のことを受けて会社の車を使用する際のガイドラインを作成して安全に社員に使ってもらえる仕組みを作った。また福利厚生の一環として車用車を自由に使える制度も作ることにした。その制度には父も大賛成で、今では自家用車を持たない社員に大人気の福利厚生となったのだ。これからも社員のみんなが喜んでくれて安心して働ける、そんな会社を作っていければと思っている。